こんにちは、はこです。今日は歩きやすく代謝のいい体にする方法についてお伝えします。今日もゲスト、こうちゃんをお呼びして、お伝えしていきたいと思います。でですね、歩くっていうことって日常生活でね、まず歩かないとね、どこも行けないので、多分いつも歩いてるから皆さんあんまり歩くことについて深く考えたことがね、ある方がいないと思うんですよね。でも歩くって本当に重要で、毎日してることだからこそクオリティがすごいね、重要だと私は思っていて、でも何度も言ってますけど、股関節がね、やっぱり歩く時にはすごく重要になってくるんですよね。で、たくさん歩いた方がいいっていうのは、なんかよくね、どこでも言われていることで、それは痩せるためにもいいし、健康のためにもいいしって言って、例えば1日ね、1万歩歩きましょうとかね、よく聞いたことがあると思うんですけれども、実は歩けない体というか、歩きにくい股関節から体を動かしにくい体で一生懸命に、その歩いてしまうと、実はかえって膝がね、痛くなったりだとか、腰が痛くなったりだとか、不調になる方も いらっしゃいますよね。多いと思います。はい。きますやっぱり。かなり、中高年の女性は、ホルモンとかの影響で、よくテレビとかでも特集やって変形性関節症、それが多いのが股関節と膝なんですけれども、なので、その状態で、原因が肥満だったりするんですけれども、その状態で股関節膝の痛みで病院に行ったら1日1万歩歩きましょうみたいな感じの指導されてしまうことが稀にあるので、ただその状態で歩いてしまうと、その変形性膝関節症、股関節症っていうのは場合によってはどんどんさらに進行してしまうってこともあると思います。ね、なので若い時はね、関係ないかなって思うかもしれないですけど、その積み重ねがね、年齢をね、重ねると出ますし、で、まず股関節から歩けると、一つは綺麗に歩けるっていうところもね、いいところですよね。ポタポタ歩かなくて、ね、颯爽と綺麗に歩くことができますし、ね、代謝も良くなるので、痩せやすい体になったりもするので、ぜひね、股関節からきちんとね、歩けるようにしていけたらいいかなと思います。ではですね、どうしたらじゃあ実際に股関節から歩きやすくなるかっていうことについてお伝えしたいと思います。で、今日はこうちゃんにも指導をしていただきたいと思いますので、じゃあこうちゃんどうしたらいいでしょうかね。まず股関節の周りを緩める。まず、股関節緩めるときに、なんか世の中的に股関節を柔らかくするストレッチってこれだと思うんですけれども、これって股関節じゃなくて、ももの裏しか実は、ストレッチされないんですね。あくまで、股関節、関節を動かしたいので、僕が患者さんにお勧めしているのは、まず、仰向けになって、膝を持って、で、これを自分の胸に寄せていくような感じで、ぐーっと。10秒ぐらいですね。で、たまに体が硬くて、膝持てませんっていう人もいるので、そういう方は、タオルとかを使って、こういうふうに足にかけて、ぐーっと膝を胸に近づけるような感じですね。で、これを10秒ぐらいやるのと、あとは、この膝を胸に引き寄せたまま、円を描くようにぐるぐる回します。これね、大切ですね。私もバレエのレッスンの時に、最初にこれやります、生徒さんと。そうなんですね。で、なんでこのぐるぐるが必要かというと、股関節っていうのは球関節といって、丸い関節、いろんな方向に動く関節なので、一つの方向だけにストレッチしていたら、全部の可動域が使えないんですね。で、次は、さっきと反対方向にして、ぐるぐる回します。これですよね。球関節って。
股関節の場合は、そうです。旧関節。これですね。ね。はい。球状になってるってことですよね。そうです。ここがね、ボールになってるってことですね。はい。なので、その構造を意識しながら、一つの方向、ぐーっと引き寄せるストレッチと、あとは、ぐるぐる回すようなストレッチの2種類ですね。はい。これもうこっちやっただけで、もうあぐらするとこっちがペロンって下がる感じがあります。膝がね、下がる感じがあります。股関節がね、こう緩んで動きやすくなったっていうことですよね。はい。反対もやっときます。はい。やりましょう。簡単ですもんね。こうして、膝を寄せて、胸に近づけます。ぐーっと。だいたい10秒ぐらいですね。で、力を抜いて、まずはじゃあ時計回りにぐるぐる回します。で、反対側にも回します。ぐーっと。で、戻りましょう。よいしょ。これで多分あぐらをするともう、ペタッと。ペタッと、そう、下がりやすくなります。あと、こう、骨盤が後ろに倒れそうな感じがなくなって、骨盤が、自然とね、立ちやすくなります。で、この股関節を整えた状態で、さっきの俗に言う股関節のストレッチをやると、全然また可動域が変わってくるんですよね。これはもう脱力ができるようになっているのと、あとは軸が安定するっていう効果があります。緩めるって大切ですね。緩める大切です。ストレッチ頑張るっていうのが結構世の中、浸透してるんですけれども、とにかく脱力ですね。はい。で、多分脱力ってね、じゃあどうしたらいいのっていうのがね、なかなかわからない方もいるので、実際こう動いたりね。あともう一つは道具を使ってね、こう緩めるっていう方法もあるので、次は股関節をね、動かしやすくするためにお尻を緩めるっていうのをやってみたいと思います。では今度はボールを使ってお尻周りを緩めていきたいと思います。で、お尻をね、緩めると股関節もね、動きやすくなるので、ボールでね、緩めていきたいと思います。で、本の中とか、以前の動画では、このボールをお尻のね、下にこう入れて、床でゴロゴロしているものを紹介してたんですけれども、立ったままでも実はできるので、今日は立ったままのバージョンを紹介したいと思います。ではですね、まず、こうギュッてね、こうお尻をわざと締めると、ここにへこむところがあると思うので、そこにね、こうやってボールを当ててほしいんですけど、へこみがわかんない方は、このようにね、ウエストに手を当てて、こう下ろしていくと、だいたいこの辺ね、あると思うので、ここに当てます。で、そしたら、このまま壁にボールを挟んで、ゴロゴロ。片方のね、足にこうやって体重かけてもいいですし、ただゴロゴロすればいいです。この方が痛くないっていう方がいて、床に座ると自分の体重がね、結構乗って痛いっていう方もいるので、この方が自分でね、かける体重を加減できる利点もね、あるし、座らなくていいので、やりやすいですね。はい。で、こう外すと、お尻緩んだけど肩も下がってしまいました。これはね、安定するなって思うと、股関節がね、安定して歩けるなって思うと、力入れなくっていいなと思うので、こちら側がね、全身がこう力が抜けるんですけれども、こうすると歩いた時にやっぱ一歩後ろに大きく残りやすかったり、自然とね、股関節から動きやすくなるので、歩きやすくなります。こうちゃん、お尻を緩めるのはどういう点でよろしいでしょうかね、歩くとか。もう股関節周り、やっぱり歩くのが、歩き慣れてないんだろうなっていう人って股関節が使えてないんですよ。なんか膝と足首だけでちょこちょこ歩くみたいな。
それよりも股関節、どうせなら大きい関節、大きい筋肉を使った方が、効率はいいですよね。なので、これが何ができるかっていうと、この辺、お尻ってすごくいっぱい筋肉が集中してるんですね。大臀筋っていうお尻の大きい筋肉だったりとか、中臀筋というこのお尻の外側の筋肉。あとは、梨状筋って言って、お尻の結構奥の方にある筋肉なんですけれども、これで全部、3つが緩むので、お尻周りの筋肉はもちろん股関節全体的に緩めることができるので、だから、座骨神経痛とかの人にもこれはいいと思います。いいですね。はい。ぜひやっていただきたいと思います。反対もじゃあやりましょう。お尻ギュッてして、へこんだとこに合わせて、で、よいしょ。立ったままね、できるから、オフィスとかに1個、いいですね。ボールを置いておいて、ちょっと疲れたらゴロゴロとかも、座ったままでも意外とお尻って固まるんですよね。座ったままかなり固まりますね。立ちっぱなしで固まるって思ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、座りっぱなしも。今、テレワークでずっと座りっぱなしで、もう腰とかお尻とか背中とかガチガチで病んでる人すごく多いです。そしたらテレワークの方も、はい、ボールでたまにこうやってやってね、壁でゴロゴロやってみるといいと思います。こっちの方も下がりましたね。下がりました。はい。ね、お尻を緩める。そうすると股関節からね、動きやすくなります。ぜひね、皆さん歩く前に股関節を調整して、お尻もね、緩めて、歩きやすい体で楽しく歩きましょう。で、チャンネル登録、ぜひお願いします。あと参考になったり、いいなと思ったら、ぜひ、このね、グッドボタン押してください。質問があったら、ぜひね、コメント欄に書いてください。ではでは。